こんにちは。ヤシの木リハビリ訪問看護ステーションの長谷川と鈴木です。本日もよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、ずり落ちそうな時の対策&そうならないためにということで、結構ね、異常介助してるとずり落ちそうになる時って多いんですよね。浅く座ってしまうとか、あと異常だけじゃなくて起き上がりですね、ベッドから座っていただく時も起きた瞬間にずり落ちそうになったりとか、そういったね時の対策であったり、まずはそうならないためにってことなんですけど、そうなった時の対策とそうならないためにどうしたらいいかっていう解説をしていきたいなと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。僕たちヤシの木チャンネルではこういった介護技術を発信しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。機能訓練スクールというオンラインスクールもやっておりますので、気になる方は概要欄チェックしてみてください。ではね、じゃあ実際にやってみましょう。実技でね。はい、じゃあね、まずは起き上がりの時の説明をさせてもらおうかなと思います。なので、ちょっと寝てもらっていいですか。ちょっとこれ見えにくくなるので外しますね。まずね、起き上がりの時のずり落ちの原因は基本的には2つあるんじゃないかなと思うんですけど、1つはベッドの高さが高すぎるですね。ちょっと車椅子も今一瞬どけときます。ベッドの高さをこうね、情報移動とか水平移動とか、おむつ交換とかベッドの上でいろんな作業をする際はやっぱりベッドは高くしておいた方が腰の負担は少ないのでいいんですけど、このまま上げたまま下げずに忘れてて起こしてしまうと、こう寝返ってこのまま起こしてしまうと、起きた時に足がつかないので重力でそのままズルズルズルと落ちてしまうのが一つ原因かなと考えられます。なのでベッドの高さっていうのはすごい気をつけてください。じゃあもう一回寝てもらっていいですか。でもう一つの原因は、ベッドの高さはある程度、作業が終わった後下げて、吉田さんの身長とかに合わせて、座った時に床にね足がつくぐらいの高さになっているかなっていう形の高さで設定はしたのはいいんですけど、利用者さんが、今鈴木さん真ん中に、ちょっと見えにくいですけど真ん中に寝てます。ちょっとこっち寝てもらっていいですか。ベッドの端っこに寝すぎている。この時にやっぱり起きた時に、ずり落ちが起きてしまいます。ちょっと今ねかなり寄っちゃったんで、寝返りすると結構危ない感じではあるんですけど、極端にやってると思ってください。このままね起きてもらいましょう。そしたらね、もうこの時点ですでに判決なので落ちてしまいますよね。この2つが主な原因なのかなと思うんで、まず1つ目の対策としてはベッドの高さをしっかりする。で2つ目の高さはもう一回寝てください。でこっち側に、仮にこっちにね寝てしまっている、これはおむつ交換とかしてて対抗とかしててコロコロしてると真ん中じゃなくて寄ってしまうケースってあると思うんですね。なのでそういった時は、もしご自身で動ける方であれば膝を立てて、膝を立てて足を少し向こうに寄せながらお尻を一回上げてもらう。これだけで向こうに寄りますよね。もしくはご自身で解除する。こうね、水平移動の動画たくさん上げてますので、お尻を向こうにちょっと動かすような形で移動してあげると、簡単に向こうに移動できるので、もうほんとどこまで行ったらいいかわからんかったら思ってより奥でいいと思います。で今真ん中でちょっと向こうに行ってるんですけど、これぐらいであれば起き上がった時に深く座れるんですけど、この時の注意点は起こし方、起きてもらい方なんですけど、足をねやっぱり足の重さでてこの原理で起きていただきたいんですけど、やっぱりこの時に重力でどうしても下に行ってしまうので、足だけ先に下ろしてしばらく時間が経ってしまうと、やっぱりこっちにどんどん寄ってきてはしまうので、そうなる前に足を下ろすと同時に頭も起こしていくようなイメージでやっていただきたいです。そうすると、深く座った状態でこれぐらいですね。今ベッドの高さもある程度下げましたんで、足もついてて、ずり落ちにくいですよね。
この状態がまあ起き上がりのずり落ちの対策ってことになってきます。じゃあ今度異常ですね。異常の時のずり落ちの対策なんですけど、はい、はい、ずり落ちなので、まあ、多分車椅子に乗る時もあるんですけど、ベッドに乗り移る時の方が多いと思います。車椅子からベッドへの移調って形でちょっとやりたいなと思うんで、ちょっとフットサポートも外しておきますね。はい、じゃあ鈴木さん、ベッドじゃなくて車椅子座ってもらっていいですか。はい、ここね今解除バー取ってますけど、あると思っておいてくださいね。で一つ原因はこれまたベッドの高さですね。車椅子が低い状態、車椅子からベッドに乗り移りたいんであれば、ベッドの高さは基本的には車椅子と同じにするかもうちょっと低くするかの方が異常はしやすくなるし、深く座りやすいので、まあ、今ねちょっと鈴木さんにはこの車椅子自体低いんで何とも言えないところなんですけど、とりあえず高さだけで言えばベッドの高さもうちょっと下げたいです。じゃあこれが仮に高かったら、極端にします。高かった場合、じゃあ乗り移ってください。もう普通に、はい、はい、単純にご自身で乗り移る際も解除する際も浅くなりがちなので、ベッドの高さを下げるってことですね。はい、じゃあもう一回いきましょう。ベッドの高さをしっかり下げた上で、これで一緒ぐらいですかね、高さが。もうちょっとかな。はい。で、じゃあ普通に乗り移ってください。はい、本当に単純にこれだけでずり落ちっていうのはまず予防できるのかなと思います。はい。はい、ではもう一度こちらに座ってください。はい。じゃあもし浅く座ってしまったと、まああると思います。急いでたりして時間がないとか言ってこう焦って異常した時にどうしてもこういう設定も忘れてた、もしくはこういう設定をしてたにもかかわらず浅く座ってしまうなんてこともあると思うので、その際の対策なんですけど、まずは、さっきのベッドのずり落ちもそうなんですけど、乗り移ろうとした時にちょっとあえて高くしておきますね。はい、異常ですね。異常解除して、はい、異常解除して浅く座ってしまってやばいってなった時にどうするかなんですけど、まずは膝で押さえる。僕やったら膝で押さえます。今ずり落ちようとしてみてください。止まってますよね。はい、無理やりやろうとしてもいけない。いけないですよね。はい、はい、こういう状況を作ってあげる。ただこれでもやっぱりね重力に負けるので、もうこの状態作った上でもう寝ていただけるのであれば寝ていただく。はい、もうこれが一番安全です。はい、この時にごめんなさい、もう一回起きてもらっていいですか。はい、寝るタイミングで斜めになるじゃないですか、どうしても体が。そうすると重力でやっぱズリズリズリといきやすいんですね。はい、なのでそこも気をつけながら、本当に足で押さえたりしながら、やばいなと思ったらちょっと今右で押さえてましたけど左で押さえたりしながら、このまま落ちないように注意しながらもう寝ていただく。はい、もうそれが一番安全です。手っ取り早いっていうか安全にもうずり落ちの予防にはなります。で本当に今斜めになっているので、この後まっすぐ寝ていただくってことをすればいいだけなので、やばいなと思ったらもうまず寝ていただくことを気をつけてください。はい、じゃあもう一回。ただ今のも寝ていただくんですけど、浅く座ってやばいってなった時に寝ていただくってなった時に、この時足ですね、足がフットサポートとかで傷つけないようにだけはまた見てあげてください。じゃないと足の怪我につながりますので、医療事故ですねにつながりますので、そこも気をつけてほしいところです。はい、でもう一つ最後にベッドの高さをしっかり調整して、異常の時の注意点ですね。異常する時に、深く座らせる方法っていうのは、足の位置です。足の位置が変なところになってたりすると、例えば、車椅子の角度とか車椅子とベッドの距離とかもそうなんですけど、それが中途半端なところで、じゃあ普通に乗り移ってみてください。ベッドから単純にね遠かったりすると、それだけベッドからお尻の距離が、深く座れなかったりするので距離が出てしまうので、足の位置を必ずまずしっかりね調整します。もちろん車椅子の位置もしっかり調整して、移乗する前の準備段階として足の位置とかしっかり固めてあげて決めてあげてから、膝ロックとか、普通の移乗解除でもいいんですけど、ふーっと移乗して座っていただく。で浅く座りそうだなってなった時に、ちょっとごめんなさい見えにくいですけど、膝ロックをねしておけば、膝ロックさえしておけばね、このまま移乗するってなった時にここで膝でね押せるんですよ。ぐっとちょっと全然見えてないと思うんですけど、ちょっと反対でしてみます。ちょっと車椅子も置けないんで、ここでねちょっと本当に
こうやってる風で申し訳ないですけど、こう移動した時に膝で押せるんですね。もう一回じゃあこの辺からいきますか。この辺から膝ロックしておけば、はい、ちょっと、はい、こっから膝ロックしておけばお尻をぐーっと足で押すことができます。はい、クイッとね。そうすると浅そうな時に押してあげることで、まあ、深く座ることができるので、まあ、こういった対策をある程度頭の中に入れておくと、やばいなってなった時でもある程度対応効くのかなと思うので、まずはもちろんそうならないための工夫が大事なんですけど、その後やばいなってなった時も今みたいに冷静にねやっておけば、まあ、転落の事故っていうのは防げるのかなと思うので、まあ、ぜひやってみてください。はい、ということで今日は、まあ、ずり落ちそうな時の対策とそうならないためにはってことで解説させていただきました。はい、では鈴木さん、ワンポイントアドバイスお願いします。そうですね、まあ、僕利用者さん役やらせていただいてて、まあ、いろんな動画でたまにずり落ちそうになるんですけど、そういう時って本当に怖いので、逆に何ていうんですかね、こう解除する側の人がそういうリスクも考えといてくれて、ならないように安心させてくれたらいいなって今思いました。はい、はい、ということでいつもコメント高評価ありがとうございます。これからも、介護技術であったり、まあ、座学であったり福祉用具の紹介であったりしていきますので、チャンネル登録応援のほどよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。